どうもありです。今回は2024年本当に買ってよかったものベスト10というのをやっていきます。前半はね、皆さんが大好きな砥石だったり、料理に関係すること、そして後半はもう料理関係なしに本当にね、僕が買ってよかったものというのを紹介していきます。では早速紹介していきたいんですが、その前にちょっと1分だけお時間ください。実はつい先日チャンネル登録者が10万人を突破しました。もう本当にね、本当ありがとうございます。この10万人というのは僕3年前、僕が25歳の頃ですね、銀のね盾を手に入れるぞっていうね夢を立てたんですけど、ついにその夢が叶いました。いつも見てくれてる方がいて、そして励みになるような温かい言葉をくれる方がいるからこそ続けれたことでした。本当にありがとうございます。もうすぐね、その銀の盾が Google さんから送られてくるんですけど、その開封の時はYouTube ライブをしようと思ってます。ぜひ遊び来てください。はい、それでは本題に戻ります。今年本当に買ってよかったものベスト10ということで、まず1つ目、なにわさんから出てるダイヤモンド角砥石135という商品です。これはね、今手元にもあるようにサイズの小さな小穴ダイヤモンド砥石です。以前のなにわさんの工場潜入動画を見た方はわかると思うんですけど、もう本当に買ってよかった。大きな魅力が2つあって、まず1つ目がこのサイズですよね。包丁を研ぐ上で正直このサイズあれば十分です。でさらにこの薄さ、重さも本当 iPhone ぐらいとそんな変わらないんですよ。形的にもね、ほぼ iPhone ですね。なので外出する時に、例えば帰省して、親のね包丁研いであげようとか、友達の家に行ってね包丁研いであげようって時にやっぱ外に持ち運ぶんですけど、その時に普通の砥石だと重すぎてなんか持っていく気なくなるんですよ。でさらにやっぱどうせ研ぐなら1000番だけじゃなくて、3000番とか5000番とかね、仕上げ砥石も当ててあげたいんですね。切れ味が全く変わるので。なのでそんな時に複数持っても全然ね大した重さにはならないので、本当にこの砥石はね、僕みたいな人にぴったりですね。でもう一つの魅力がこの小穴ダイヤというところですね。小穴ダイヤって本当平面維持力が鬼なんですよ。普通の砥石と比べて全然減らないし、でダイヤモンドというだけあって、やっぱりいろんな鋼材包丁あるんですけど、どんな鋼材が来ても基本的に研げます。このね研ぎ感とか気になる方は以前詳しく動画上げてますので、ぜひそちらをご覧ください。では2つ目、今年買って本当に良かったもの、それは茅のまな板です。これはね、つい先日のテレビの放送でも紹介したんですけど、やはり包丁の刃にとって一番優しいのは木ですね。いろいろ試してきましたが、やっぱりね切れ味の持続性だったり、切り心地の良さだったり、切ってる時の音の心地よさ、あと木目の美しさとか木のねぬくもりというのもあって、やっぱりね料理中のテンション上がります。ただやはりねデメリットなのが管理の手間とか、あと衛生面ですよね。ちゃんとね乾かす必要があったりとか、漂白できないというデメリットはあるので、全員におすすめできるわけではないですが、一度はねこの木のまな板の良さというのを実感してほしいです。おすすめの使い方としては、やっぱり肉切ったりとか魚さばいたりとか、あと色が移りやすいものとかですね、そういったものを切るときはその漂白できるまな板を使って、でそれ以外の時にこういう木のまな板を使う、その二刀流でやるのがおすすめです。僕はそうしてます。で木材の中でもこの茅がいいという理由は、ヒノキとかイチョウとかそういう木材の中でも一番匂いが気にならないんです。どうしてもヒノキってヒノキの香りで、イチョウは銀杏臭が結構強かったりするんですけど、その中でも茅は気になりにくいという点が魅力です。でもやっぱそのイチョウにはイチョウの良さ、ヒノキにはヒノキの良さがあって、どれもねすごく魅力があります。なのでその木材違いの魅力っていうのはね、今度また動画にしたいと思います。はい、では次3つ目、今年買って本当に良かったものはベルトサンダーです。これ買ったことによって僕がやってる作業が本当楽になりました。自分の包丁はもちろん包丁研ぎサービスもやっている中で、やっぱりね錆がひどいものとか、特にですね峰を磨きたい時に扱っていて、今まで紙やすりとかで頑張ってやってたんですけど、これを買ってからはもう早いのはもちろんピッカピカに仕上がります。やろうと思ったらね鏡のような鏡面までいきます。もし興味ある方は使う時はね、ほんと十分に気をつけてください。では次4つ目ですね。今年本当に買ってよかったものはスマホ顕微鏡です。これはね今すぐ全員ポチってほしい。もう本当に買ってよかった。もうめっちゃ楽しいんですよこれ。どういうアイテムかというと、このようにスマホに簡単に取り付けられて、スマホカメラが200倍の顕微鏡に早変わりするアイテムです。僕はその包丁の表面や刃先の状態、砥石の表面、食材の断面によく使ってますが、それ以外でもどこに当ててもめっちゃ楽しいです。もう本当に理科の実験を思い出す感じですね。もう例えば皮膚とか布とか紙とか葉っぱとか、もう本当何当てても楽しいんですね。ただやはり僕の視聴者であれば、やっぱ包丁、砥石、食材の断面を見てほしいです。楽しいだけじゃなくてちゃんと刃先まで当たってるかどうかとか、帰りってこれかとか、1000番と6000番の刃先の違いってこんな違うんだとか、本当に手軽に楽しめて勉強することができます。7000円です。僕はこれ安いと思いますよ。本当におすすめです。もし買った方ね、こんな写真撮れたよとか僕に
にシェアしてくれたら嬉しいです。はい、では次5つ目、今年買って本当に良かったもの、それは石材用のノコギリです。これ船層石切りノコギリというものなんですけど、このノコギリは刃先にタングステンカーバイドがついてるノコギリです。僕はこれを砥石を切るのに使ってます。名倉砥石の動画見た人は分かると思うんですけど、同じ質の砥石でこするのがね、やはり理想ではあるんですよね。だから砥石の一部だけをカットしてそれを名倉として使ったりとかもできます。なのでそういうことをねしたい人はぜひぜひ使ってみてください。1500円とお得です。僕まだ買い替えてないので結構長持ちします。では次6つ目、今年買って本当に良かったもの、シンクブリッジ砥石台です。これはね以前の動画見た人は分かりますよね。ぜひね見てない方はこの後見てほしいんですけど、僕が研ぐ時どんなアイテムを使ってるかの動画になってて、そこで使ってます。これはシンクの上で研げることによって流水研ぎができたりとか、あと研ぐまでの準備とか片付けっていうのが楽になったりとか、本当に僕はこれ毎日使ってます。1回でもいいので使ってみてほしいです。もしね買って自分のスタイルに合わなかったら売ればいいので、ぜひね一度は試してほしい商品です。では次7つ目の今年本当に買ってよかったもの、ここからはね包丁とか料理は関係ないです。それは C2 のワイヤレス充電器。この C2 規格というのが大事で、こういったね無接点充電器って充電スピードが遅いっていうのがやっぱデメリットだったんですよね。でも最近出たこの C2 規格のものだともう本当に早く充電されます。でそもそもワイヤレス充電器を使ったことない人は本当に使ってほしいんですけど、その充電するたびにコードを挿す、コードを抜くっていう手間がもうゼロになる時点でもう買いです。充電って大体の方が毎日しますよね。その毎日の作業がなくなるんです。しかもコードはなくて見た目もいいし、で使っていく中で曲がりすぎてね、なんか中身が見えたりしてボロボロになってる人もいるし、それなくなります。で僕がね使ってるのは携帯以外にも Apple Watch とかあとワイヤレスイヤホンも使ってるので、僕はこの商品を使ってるんですけど、 C2 という表示があったらもう何でもいいです。自分が持ってるものに合わせて購入してください。ちなみに僕が使ってるこの子は白と黒のねカラーがあるんですけど、黒の方がおすすめです。白はねちょっとこの部分どうしても汚れが目立ちますね。はい、では次8つ目の今年買って本当に良かったものはトーラスのモバイルバッテリーです。これも先ほど同様の C2 で、その持ち運びができるワイヤレスモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーは皆さん持ってる方多いと思いますが、これはさっきと一緒で、コードがいらないんですよ。もうこれで充電される。もうこれでカバンの中に入れながら充電できるんです。しかも簡単に落ちないんですね。カバーの厚みとかによりますが、本当に結構しっかりマグネットついてるので、もうコードなしでこれで早く充電できちゃう。しかも iPhone だと約2回分の充電がこれでできます。ほんとすごいんですよ。そういう容量までいくと結構ねでかくて重くなったりするもの多いんですけど、これはこのサイズ、もう1個 iPhone が増えたぐらいですね。 180g ぐらいなのでこの充電回数とその携帯性のバランスがすごいいいモバイルバッテリーとなります。飲みって友達のね充電がないって時にこれを渡したら感動してもらえます。すぐ買ってましたね。では次9個目の今年本当に買ってよかったもの、それは植物です。今年入ってからいろいろ植物をね揃えたんですけど、いいですね。本当に植物ってなんか植物が元気だと元気出ます。もしかしたら逆かもしれないですね。自分が元気で絶好調だからこそ、植物も元気でいてくれるっていう、なんかね自分の今の状態を表してくれてるような感じがして、なんか嬉しい気持ちになるんですよね。その部屋に緑があるってだけでも嬉しいし、あと水やりとか切ったりとか、そういうね手間を楽しめてるという状態も好きです。包丁研ぎに似てますね。植物を育てて枯れちゃう人の大体の理由がやっぱり日光不足です。とにかくね日の当たるところに置くようにすると結構元気に育ちます。はい、では最後10個目の今年買って本当に良かったものは YouTube プレミアムです。これつい3ヶ月前ぐらいからYouTube プレミアムっていうねYouTube のサブスクなんですけど、ぜひね1ヶ月試してください。特に YouTube を見る頻度が多い人はもう本当におすすめです。一度味わっちゃったら多分戻れないです。でも戻らなくていいんですよ。本当にその費用対効果はあるので、どういったものかというと広告がなくなります。もうこれだけでお金払う価値ありますよね。だって広告で15秒とかスキップできないやつとかなんか30秒とか結構長いやつありますよね。それがなくなるんですよ。それだけで課金する価値が僕はあると思います。でバックグラウンドでの再生ですね。携帯で YouTube 見ててYouTube 閉じると消えちゃいますよね。でも別に YouTube から出たとしてもずっと再生されてるんですよ。だから YouTube 再生しながら画面暗くしてそのね音楽を楽しむこともできるし、別のねアプリでなんか作業しながらその YouTube を再生していくこともできるし、という広告なしバックグラウンド再生、この2つを月額1280円で得ることができます。そんな YouTube 見ない人は別ですけどもう毎日のように YouTube を見る方はとりあえずね1ヶ月試してみてほしいです。本当におすすめできますね。僕なんで今まで入らなかったんだろうってぐらい感動してます。とりあえず1ヶ月でも試してみてはいかがでしょうか。
しょうか。はい、ということでベスト10は以上なんですけど、ちょっと番外編で今年見てよかったアニメとかをね、本当におすすめしたいアニメとか番組を紹介します。今一番僕がハマってるアニメは地です。有名なので知ってる方いると思うんですけど、僕の視聴者なら好きになる人多いと思ってます。内容はね、地球の運動というのがテーマで、今僕たちは先人たちのおかげで地球とね、太陽の位置関係とかというのが分かってますが、もうそういうのが分からない時代の話です。本当にね、心が熱くなるそんなアニメなので、1話だけでもぜひ見てほしいです。あとアニメじゃないですが、ネトフリで見れる白と黒のスプーンという番組です。これは料理人は絶対ハマります。どんな番組かというと、韓国が舞台で、その韓国の有名レストランのシェフが100人集められるんですね。でそこで料理バトルを行います。そこには和食料理人もいたりとか、日本のね包丁がちらっと見えたりとか、あと料理のアイデアとかね、盛り付け方とか、ほんと見てるだけでも勉強になる素晴らしい番組です。料理人ってかっこいいなって本当に思います。ぜひぜひご覧ください。はい、ということで以上です。紹介した商品は概要欄に貼っておきますので、ぜひね、気になった方はポチってみてください。スマホの顕微鏡は絶対買ってほしいです。はい、最後1点だけテレビの告知させてください。2025年1月1日のお昼10時から12時、テレビに出ます。そこではひろみさんと僕がかっぱ橋に行って爆買いツアーをしたりとか、これほんとめっちゃ面白いのでぜひ見てほしいんですけど、もう僕も結構お金使っちゃいました。ちょっとね、お寿司に行ったりとか、そういった内容になってます。ぜひ楽しみにお待ちください。リアルタイムでね、見れなかった方はTVer でもその後1週間無料配信しますので、ぜひ見ていただけたらと思います。そのサイトもね、概要欄貼っておきますのでチェックしてください。では終わります。皆様良いお年をお迎えください。次は2025年でお会いしましょう。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。